ミスタードーナツラブだわ。皆さん、今ね、12月30日の、17時になるんですけれども、いやー、2021年終わりますね。はい。いつも YouTube で投稿してるような分かりやすい企画があってとか、あとはシネマティック作品かって言われたら全然そうじゃなくて、これはある意味19歳の時に動画を始めて、YouTube という環境だったりとか、あとは自分のカメラロールとか、このね、僕の成長日記という名の、思い出動画ですね、を現時点で残しとくっていうことにすごく価値を感じているし、やっぱ僕この動画を撮る前に1年前見返したんですけれども、なんか話してること一言一言が面白いんですよね。なのでそういった意味でも、今日は動画を回したいなと。話す動画ですね。で、大きな趣旨として何かっていうと、今年の振り返りと来年もうチャレンジすることもう明確に決まっていて、これは皆さんが4年前から見ているその大川祐介から本格的に2022年に大きく変わるであろう出来事があるんですね。なのでその具体的な部分も今日はねお話できたらなと思っているので、あんまりがっつり編集入れるっていうよりかは基本的にはノーエディットとノータイトルとわかんないけど、あんまりねこれ話すことも正直考えてなくて、結構即興で撮ったりしてるんですよね。で、今ね本当に背景もめちゃめちゃいい感じの色味になってきて、そのグラデーションも楽しめるんじゃないかなと思ってるんですが、早速いきましょう。はい。2022年何するか、もう明確に言います。2つ多分皆さんにとっても大きいことなんじゃないかなと思ってて、1つはカメラブランドの立ち上げ。カメラアクセサリーって言っておきます。なんでね、カメラブランドって言ってるかっていうのは、最終的にこの記憶ってものを残す、装置を開発するっていうことを、目的にしてるからカメラブランドって言ってるんですね。ただ実際、その最終ゴールに対して、じゃあどのようなアプローチを、まず来年の1月からやるかっていうと、カメラアクセサリーなんですよね。はい。カメラアクセサリーブランドを立ち上げることになりましたと。で、結構ね、僕の SNS とかでは発信してきたので、もうご存知の方いるかと思うんですが、はい。来年の1月9、9日にカメラアクセサリーのコンセプトローンチをしたいなと思っています。コンセプトローンチなので、具体的にどんなプロダクトをこのタイミングで出すかっていうところはお伝えせずに、なんで僕がこのカメラアクセサリーブランドを立ち上げたのか、その根源的なルーツをビジュアルに変えて、それがロゴになって、ブランド名になって、で、こういうプロダクトラインナップで揃えていくよっていう、ある種僕たちの意思、ないしはこのブランドのカルチャーを多くの人たちに伝えるっていう目的のローンチなので、1月9日です。はい。そこで、ある意味動画クリエイター、インフルエンサー、大川祐介から、ある意味ブランドディレクターとしての大川に大きくパチンと変わる瞬間になるんじゃないかなと思っているので、2022年の初っ端から僕としては大きなチャレンジが早速、あるっていうことですね。最初にね、出すプロダクトをおそらく4月ないしは5月に世の中にドカンと出そうと思っていまして、そういうね、来年2022年中にいわゆるカメラアクセサリーと呼ばれるものの、既存製品とは明らかに違ったアプローチを僕たちはしたいなと思ってるんですね。で、簡潔にどのような課題が今のこのカメラアクセサリーにあるかっていうと、基本的に今カメラ産業って40歳以上の方たちが 80% 以上占めてるんですよね。キャノンさんとかソニーさんとかニコンさんとか本当に素晴らしいカメラがある中で、やはりそのカメラを購入してくれるお客さんは基本的には年齢層高めの方たちが多いんですね。もちろんやっぱカメラって高いので。で、やっぱその 20%、10% から 20% はこの40歳未満の方たちに最適した、いわゆる Z 世代、ミレニアルズ世代に最適化したブランドないしはプロダクト、デザインみたいなものが僕は今のこの市場には欠けてるんじゃないかなと思っていて、で、販売手法に関してもやっぱりヨドバシさんとかビッグカメラさんで直接訪ねて、製品を見て買うっていう人たちがまだ多い中で、この業界に対して新しい挑戦をする価値っていうのは、動画クリエイターである僕自身がやっぱすごく感じてるし、僕が本当に今まで積み重ねてきたことをそのまま 120%
活かせる環境が、このブランドなんじゃないかなと思っています。あとね、もう一つ、このブランドを立ち上げるっていうこと以外に、大きな、チャレンジで言うと、アメリカにね、行きたいと思ってます。アメリカなのか、中国の深センなのかわかんないですが、ずっと海外でそういった仕事をしたいっていうふうにも思っていて、で、本当はね、コロナになる2年前にロサンゼルス行きますっていう動画を出したと思うんですが、結局行けなかったんですよ。セブで止まっちゃって。それはコロナの影響っていうのもあったんですが、そのコロナになってから僕自身すごいいろんな変化があって、やっぱ大きくはアーティストとしての大川祐介と、起業家としての大川祐介っていうところの、ある種そのきっかけがコロナなんじゃないかなと思ってますと。で、日本一周しましたよね。で、本当にね、賛否両論あって、あれは自分の中でも反省することもあるし、挑戦してよかったなって思うこともあるんですが、やっぱり自分が好きなことをして、動画を作り続けていた、アーティストの大川祐介から、ある種そのコロナで、一時期動画に飽きたタイミングがあったんですよ。もう動画作るのいいやっていう、そういうタイミングがあって、その時に、会社の事業、会社の経営に、深く携わるようになって、自分でも、ある種その属人性のある事業、大川祐介っていう事業、トランスサロンっていうコミュニティ、スクールっていういろんなことをやっていて、大川祐介っていうもの以外の、ある種その仕組みで世の中を解決するっていうことを考えたときに、やっぱ今の自分ってちょっと違うなっていうのを、コロナになってから、1、2年間常に考えていて、そういう、アーティスト活動を一旦ね、継続はしていたけれども、自分の中では大きくマインドシェアを取らずに、事業を専念してたんですね。で、自分の中で、この今まで積み重ねてきたものをどう開花するかと考えたときに、カメラアクセサリーブランドやカメラ、いわゆる動画って思い出を残すっていうことなんですよね。僕が思い出を残すっていう動画の捉え方以外に、動画のクリエイティビティを追求したいっていうんだったら、僕 YouTube 多分やってないと思ってて、今頃映画の業界だったりとか、ウェブ広告とか、そういういわゆる動画制作の道に進んでいたと思うんですね。ただ僕が YouTube やってるのって、自分自身の思い出、記憶が形に残ってるっていうことの価値を誰よりも感じてるからだったんですね。だから、その強烈な Why、記憶を残したいっていう思いを、大川祐介のメッセージじゃなくて、ブランドとして、しっかりカルチャーとして残していくと。それが、今、僕が2022年から大きく、チャレンジできる、明確なことなんじゃないかなというふうに僕は思ってますと。ちょっとね、脱線してしまったんですが、2年前にね、ロサンゼルスに行くっていうことは、ある意味インフルエンサーとして、グローバルで活躍するクリエイターになりたいっていう思いで行こうとしてたんですけれども、それだけじゃやっぱり物足りないなと思っていて、今は動画クリエイターとして、世界中のクリエイターさんとつながれる。で、今はこのブランドをしっかりアメリカないしは中国に持って行って、そこで多くの人たちに使ってもらうっていうことを日本からじゃなくて、僕が環境を移してやりたいなっていうふうに思ってます。これは正直ね、日本からでも十分できることはある時代なんだが、僕にとってやっぱ海外っていう自分のルーツで仕事をするっていうことは、本当に挑戦してみたいし、なんなら海外のクリエイターさんとつながって、で記憶を残すっていうことを大事にしているクリエイターさんと、ある意味一緒に開発したりとか、ないしはグローバルなメーカーさんと一緒にプロジェクト取り組んだりとか、まだまだやりたいことがたくさんあるんですよね。なので、2021年ね、本当にいろいろあって、正直 SNS での活動みたいなのって自分の中では自分事ができていなくて、多くの方をね、悲しませてしまった側面もあると思うんですが、僕はちょっとね、この2022年からは SNS の発信っていうものは、もっとね、自分事化して自分の思い出をちゃんと残していくっていうスタンスで運営していきたいと思うし、あとはブランドですよね。この僕が今まで培ってきたこのカルチャーをこのブランドに宿して、ブランドを本当にグローバルで広げていくっていうことが2022年の大きな挑戦になるんじゃないかなと僕は思ってます。当時ね、4年前に動画始めた時って本当に好きっていうことがある種そのピュアなその思いだけで駆け抜けてきて、ただ今さ、国内でこういう多くのね、動画のきっかけを多分与えてきたと思うんですけど、ある意味その責任感というか、視聴者さんが求めていることみたいなものを、
汲み取って動画発信をしているっていう、側面もあるんですよね。でもそれってなんか自分にとって本当にいいことなのかっていうのは常に考えていて、多分これ僕だけじゃなくて、世の中の多くのSNS 発信している方とかは常に感じている課題だと思うんですよね。YouTube っていうプラットフォーム自体、やっぱり総合的にね、見る人の母数っていうのはやっぱ決まっているから、分散している状態っていう、事実もあって、SNS 発信難しいって考えてる方もいるし、TikTok っていうね、新しいプラットフォームが出てきたりとか、ある種クリエイターっていう数は増えたけれども、そのクリエイターの先の、未来に対してやっぱり悩んでる方もすごく多いと思っていて、僕もね、もちろんその SNS クリエイターとしては考える節はあるんですが、僕は5年前に SNS を発信して、多分誰よりも早く動画のね、ノウハウとかを共有していた、一人だと思うんですが、今ね、仮に5年後、今クリエイターが今後どうなっていくかってことを考えたときに、やっぱりそのクリエイターの価値観とかその思想を多くの人たちに広げていくっていうツールが多様化したことによって、ブランド立ち上げたりとか、あとはオンラインクラスやったりとかね、引き続き自分のライフスタイルをアップデートする人たちも多いと思うし、手段がやっぱ無数にある中で、自分にとって何をすべきかっていうのを、常に考えるべきだと僕は思ってますと。で、やっぱり世の中が変わっているってことは常に変化し続けなければいけないので、僕個人としても変化し続けなきゃいけないし、会社としても常に変化していかなければいけないと。この変化に対応している人こそが最終、自分の目的、ゴールに対して、結果がね、残るんじゃないかなと思っているので、僕もね、こういった SNS での発信を通して、この考え方に共感してくれるような方たちと、やっぱりコミュニケーションを取りたいと思ってるし、なんなら今トランスインクの、社員10名、15名ぐらいいるんですけれども、その方たちってやっぱりトランスサロンメンバーだったりとか、自分たちの会社の仲間の知り合いだったりとか、そういう自分たちのこのトランスっていう価値観に共感している人たちが集まって社会に対してインパクトを残そうとしているので、こういう発信って僕はすごく大事だと思うんですね。だから正直、10万回とか100万回とかそういう再生回数いかなくていいけれども、1000人見てくれた中で、半分ぐらいがね、この思いに共感して、大川カメラブランドを始めんだな。それで、アメリカに行くんだな。中国に行くんだなっていう意思を伝えることによって、面白みをね、感じていただき、もしね、カメラアクセサリー今立ち上げてるんですけど、デザイナーさんだったりとか、あとは、PM って呼ばれる人だったり、あとエンジニアさんとか、生産管理とか、いろいろ、あるし、カメラアクセサリー正直、初期コスト結構かかったりするものもあるんですよ。なので、いろいろね、ピースが足りてないと。なので、もしね、この動画を見てる方で、一緒にね、こうやってブランドを作っていける方は、ぜひ、ご連絡いただきたいですし、このね、ブランドを1月9日にローンチするんですが、その価値観をね、ぜひとも、広げていただきたいなっていうのは、この大川祐介が今まで発信してきた、次のステップとして、そういう挑戦をするので、ぜひ、応援してくれたら、すごく嬉しいです。はい。もうね、2021年終わるんですが、2022年はこういう整理となります。これ1年後に見たら絶対おもろいな。絶対おもろい。なので、もしね、良ければ、SNS って基本的には人と人がオンライン上でつながるっていう発明だと思ってるので、この動画を見て、皆さんもね、来年こんな挑戦をしたい。今年はこんな年だった。みたいな、そんな感想をもしよければコメントいただけたら嬉しいです。僕はそれを見て必ず全員に返信したいなと思ってます。で、この動画ね、いいと思った方、リアクションお願いします。こういう動画って結局 YouTube に最適化されないから、見られないとは思うんだけど、見てくれた人たちが、リアクションしてくれるだけで僕はすごく嬉しいです。はい。なので、2022年は自分の軸を持って、自分のね、やりたいことを明確に示して、皆さんと一緒に歩んでいこうと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。めっちゃ綺麗。バイちゃん。2021年は本当にありがとうございました。2022年も、私、大川祐介とトランスインクをよろしくお願いいたします。バイちゃん。